畳の表になります。これ熊本県産の畳の表になります。まずね、今畳のところの上に置いたのがカシラ板っていうヒノキの板です。これ切るときにね、やはり両手を使って切っていくということになります。こう畳ね、側面から上に上げてきて、このように V の字のように、針を下ろして縫っていきます。はい、それでは続きをやっていきたいと思います。次の作業は畳の床を反らすということです。で、今やっているのは畳と台の間に、木の棒だとか、金属の棒を、挟み込んでいます。そしてこのように畳の上に乗ることによって畳床を反らすことができます。曲げるというかね、反らすことができます。で、畳床を反らすことによって畳の表をピーンと貼ることができるんですね。そして次の作業は防虫シートを、貼っていきます。この防虫シートはマイトスタッドっていう防虫シートで、動画はこちらにありますのでね、また、チェックしてくれればいただければいいかなと思います。で、これを防虫シートを中に入れて余分なところを切り落として、次は畳表を貼っていきたいと思います。はい、次は畳の表を貼っていきます。今回使うのは熊本県産の畳の表です。結構ね、高級な畳の表で、端っこのところにね、あのようにシールが貼ってあって、なんかブランド的な感じですよね。そのような畳の表を使っていきます。で、畳床の基準と畳表の基準を、合わせていきます。今ね、左手で合わせています。そうですね。で、畳の角を立たせるように折り曲げて、これから、待ち針で留めていきます。で、通常、待ち針は片方で9本使いますが、今回は、すごくいい畳の表なので、11本使います。で、いつもね、なんかやっているのとちょっと違うので、本数、何本使っとったっけなみたいな感じで、ちょっと本数がわからなくなったりするのでね、本数数えながらやってます。はい、11本ありますね。で、次、反対側も同じように畳の表を、貼っていきます。畳の表を貼るときっていうのは、真ん中から、端っこに向かってピーンと貼っていくということになります。片方にね、ぐいぐい引っ張って貼っていくということではなくて、畳の中央付近から端っこの方に向かって引っ張って貼っていくということになりますので、畳の歪みだとかね、癖だとかっていうのが、すごく微調整しやすいということになりますね。畳の表がやはりね、しっかりしています。しっかりしているってどういうことなのかっていうと、たくさんの糸を使って、たくさんのいぐさが、詰め込んである、編み込んであるということになります。ですので、畳の表表面がすごく、目が詰まっていて細かいということになります。その分、畳の表を貼るのにもすごく、力だとかね、テクニックが必要となるのでね、すごい慎重に畳の表を貼っています。で、畳の表を貼り終えたので、先ほどね、最初に畳の下に置いてあった、金属の棒ね、定規だとか板というのを、下ろします。
まだこの時点でね、畳のとこが反っているので、これをまっすぐにしなければいけません。はい。ですので、ちゃんと位置を整えてから、今度はね、長い方の定規を使って、反っているのをね、上から押さえてまっすぐにするということです。対角もね、このように押さえることによって、よりまっすぐ押さえれるということになりますね。続いての作業は、畳のかちを縫うっていうことになります。今、仮で留めている畳表、待ち針で留めているのを縫い付けていくことになります。で、今回は畳を裏返しにして縫っていく、伏せがちっていう縫い方で縫っていきます。あと、これ、裏側にしなくて、裏返しにすることなくて、そのまま縫っていくのを釣りがちっていう縫い方もあるんですが、今回はこのように伏せがちっていう畳を裏返して縫っていくという縫い方にしていきます。この方がね、意外と微調整が効いたりだとか、畳の厚みのね、微調整が効いたりだとか、あとね、しっかりと糸を締めることができたりだとか、っていうことで、綺麗にできる方法です。で、この、方法っていうのは、畳の技能士の試験があります。その時にもこのような感じで、畳を裏返しにして、縫っていくということになります。で、この時にね、畳の厚みも調節していきながらやっていきますので、慎重に丁寧にやっていきます。はい。今ね、畳の上にポンって置いた道具、カタカナのコの字のね、道具なんですが、これが加えっていうもので、畳の厚みを測る、今みたいにね、どんだけなのかなというのをね、測る道具になります。それではね、縫っていこうということになりますね。で、最初はね、まず留め縫いをしてから、縫っていきます。今回、畳の厚みは基本的に1寸9分っていう厚みになります。6センチ弱、5センチ7ミリぐらいですかね。で、畳を仕上げていきます。畳の厚みがね、5センチ7ミリにするということになります。ですので、稲わらを足していかなければいけないのですが、とりあえず先に口に加えておいて、で、このように縫っていきます。加えでね、確認しながら縫っていくということになります。これがね、もしね、稲わらを足さなくても、1寸9分の厚みになるのなら、そのまま縫っていきますが、稲わらで調節していきます。微調整ですね。はい。で、畳を収めたときに、段差が、畳と畳の間にね、段差ができないようにするというのはもう当たり前のことですよね。畳ってやっぱり縦も横もきれいに、作って、正確に測って正確に作るんですが、畳の厚みっていうのもきちっと測って、そのように合わせて作っていくということになります。ね、このように、加えを挟んで、畳の厚みを、確認しながらやっています。で、ちょっとね、すごく時間がかかるので、ここのところはちょっと早送りで、見ていただいてます。
はい、これで片方が縫い終わりましたね。次は反対側になります。で、縫っているのでね、縫い終わったらね、待ち針は必要ないのでね、待ち針を抜きながら、やっていきますね。縫っていくってことになります。続いての作業なんですが、畳の表の余分なところを切っていくということになります。このね、今見えているもさもさな部分ですよね。そこの部分は製品としてならないので、そこのところをカットしていくということになります。で、畳の専門用語で言うと、今、向こう側、今僕がね、下にこちゃこちゃしているところ、向こう側を上前って言います。漢字で書くと上の前ということですね。これは何かっていうと、畳の基準にあたる部分です。ですので、ここはまっすぐでなければいけませんと。基準が歪んでいたり、ガタガタしていたりっていうようなことだったら、きちっとした畳ができないので、まず基準作りですね。で、正しい位置になっているのかの確認をしたら、ね、真ん中に針を
トントントンと置いて、ずれないように固定していきます。そして、包丁を使って定規で当てて切っていきます。はい、切り終わりました。で、あとはまっすぐ切れているのかということをね、定規を当てて確認ですね。次、反対側。こちら側を畳のね、専門用語で言うと、下前って言います。向こう側が基準になった方が上前。で、手前の方が下前っていうふうに言います。で、畳の大きさって実はね、長方形ではないということになります。ちょっとね、やっぱり大きさが、変わっているので、台形になっていたりだとかね、することがあります。ですので、お部屋がね、そのように、なっているんだったら、そのような畳を作らなければ、ちゃんとした畳がね、できない、きちっと入らないということになるのでね、こちらの方でその寸法、大きさを合わせて切っていくということになります。で、大きさはね、寸法帳を見て、その大きさに合わせて、印をしていくということですね。切るところの印ですね。はい。で、包丁を使うときの一つのコツとして、今ちょこっと見えてたと思うんですが、包丁の先を使って印をしていくということですね。はい。そうですね。ここでちょっと、もう一度再びチェックですね。はい。で、次、反対側というかね、3箇所目を切り込みを入れてチェックすると。はい。で、包丁を使うのでね、下敷きを使って切っていきます。で、針で押さえます。端っこと真ん中のところ違うので、長さがね、はい、このように、2回に分けて切っていきます。はい、これで今切っているのにね、すごく、何回かに分けて切っているんですが、これが綺麗に切るための一つのコツです。一発で切るようなことは今回はしませんでした。はい、そして余分なところを切り落として、とりあえずのところは、畳の表をきれいに貼ることができました。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、続きが見たい方はぜひチャンネル登録などをしていただければいいかなと思います。そしてね、高評価をしていただけるとね、僕も励みになりますので、ぜひ高評価の方もよろしくお願いいたします。そして、X だとかね、各種 SNS やっておりますので、またそちらの方の登録、ね、フォローもお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。